こんにちは、アリスチャンネルです。今回は腸がすべて。著者はフランク・ラポルト・アダムスキーさん。世界的に著名な自然療法士、イタリア在住のフランス人です。健康は腸がすべてです。早速見ていきましょう。まずこれだけ知っておこう。体のすべてをコントロールする腸の2つの流れを知ろう。そもそも腸とは何でしょうか。簡単に言ってしまえば、腸は管です。腸の主な仕事は排水管のように物質をある点からある点へ移動させることですが、消化は腸の流れに左右されます。つまり、詰まってしまうと消化管の機能は低下します。住宅の流しの排水管と同じです。ただし、腸と排水管には大きな違いがあります。それは、腸の働きを取り戻すのにはお金がかからないということです。あなたの腸を掃除したければ、機能について学び、ちょっとしたコツをいくつか生活に取り入れるだけでいいのです。この腸の掃除のために生み出されたのがアダムスキー式腸活法です。私たちは普段消化器官について話すとき、大抵腸という呼び方をします。ところが実際には食道、胃、十二指腸、小腸、大腸といった様々な臓器にまたがっており、それぞれが連動して二つの大事な働きを同時に行っています。その二つの働きとは、縦の流れと横の流れです。縦の流れでは、食事で飲み込んだ余分な物質や有害な物質すべてが直腸から体外へ運び出されます。縦の流れはとてもシンプルですね。食べ物はまず口から入り、様々な臓器を通って移動します。この食べ物を変形させたり、溶かしたりしながら、体にいい物質を吸収し、反対に役に立たないものやダメージになりそうなものを排除します。これが重力の助けを借りて、上から下へと体内で運搬され、便と一緒に排出されます。その一方で、ビタミンやミネラル、体にいい脂肪といった健康に必要な成分は消化器官に溜め込まれ、そこから血液へと送られ、体中の細胞に栄養を与えます。この体にいい成分の移動は横の流れです。消化器官の壁には小さなひだがたくさんあります。体にいい物質はそこを通って血液へと到達し、体に吸収されていきます。大きく分けると、縦の流れで口から取り込んだ食べ物を大腸の終わりまで下ろして、不必要な成分や有害な成分を体から取り去ります。そして横の流れで蓄えたい物質を取り込んで、血液中に存在する有毒な物質を除去します。しかし、このシステムが間違った食習慣のせいで正常に働かなくなると、健康上の恐ろしいリスクが生じるのです。詳しくは次で説明しましょう。本当に恐ろしい7大健康リスクとは、先ほど腸の働きについて紹介しました。ところが、このありがたいプロセスが正常に働くことはほとんどありません。それはなぜでしょうか。そうです。あなたの食生活が間違っているからです。食生活が間違っていると、消化管の流れが遅くなって、消化管の壁に有害な汚れが溜まっていきます。汚れで覆われるとどうなるでしょうか。そうです。栄養が吸収できなくなります。こうして人は不調を訴えて、どんどん
体のバランスが崩れていくのです。これはすべての病気の始まりです。髪の毛などの詰まりで流れなくなった排水管を思い出してください。快適にシャワーを浴びたいなら、まずは掃除をしなければなりませんね。同じことが消化管にも言えるのです。腐敗のせいで縦の流れが滞ると、口から取り込んだものは消化管に溜まります。すると蓄積したものが横の流れのための穴を覆うため、体は必要な栄養分が取り込めなくなり、有害な毒素も処理できなくなります。こうして飲み込んだ食べ物の処理はどんどん難しく、時間がかかるようになっていきます。ついには消化管が塞がって体中に毒素が回ります。はっきり言います。状態の悪い消化管は正真正銘の地獄を招きます。恐ろしい話ですが、思いもよらない深刻な影響をあなたの体にもたらしてしまうのです。理解しづらいかもしれません。しかし、日常生活で起こる機能障害の多くは、一見関係ないようでも、実は汚れた消化管が原因となっていることが多いのです。なぜなら、消化管は体に必要のないゴミの主要な排出路だからです。ここの働きが悪くなると、肺や皮膚、関節、生殖器といったあらゆる部位に影響が出て負担がかかることになります。肝臓の不調や肥満、便秘、血行不良などのトラブルの原因であることが多いのです。ここで腸の乱れが原因で起こる体の不調の代表例を7つご紹介します。一つは頭痛です。腸の横の流れが滞ると、実は肝臓も弱っていきます。実は肝臓はスポンジのように血液を吸って膨らみ、その後血液をこしてきれいにしてから収縮をして心臓や肺へ送り込むのです。この肝臓の働きが弱くなると、スポンジ機能が働かず、きれいにした血液を上へ押し上げることができません。こうして頭に新鮮な酸素が届かなくなるとどうなるでしょうか。キリキリと締め付けられるようなひどい頭痛になります。これが扁桃痛です。2番目、不眠。3番目、肌荒れ。4番目、腰痛。5番目、コレステロール。6番目、泌尿器の汚れ。7番目、ヘルニア。これらの症状は腸の乱れが原因で起きている可能性が高いのです。これらの症状を治すためには、腸の溜まった汚れを剥がさなくてはならないのです。そのためには、消化の早い食品と遅い食品をきちんと分けて食事をして、潤滑油で腸の流れを良くする必要があります。それを次で見ていきましょう。理想の腸になるために、7つの基本を実践しよう。ここでご紹介するアダムスキー式腸活法を実践すれば、誰でも数ヶ月で日々苦しめられている不快感から解放されると自信を持って断言できます。ここで7つの基本をご紹介します。皆さんも簡単に実践できるものですので、ぜひ取り組んでみてください。まず1つ目、スマホを置いて時間を確保。マインドフルな食事を心がける。正しい食事は健康にとって最も重要な要素です。健康を取り戻すためには、体に良いものを食べるだけでは不十分です。食事を味わうということが必要なのです。実は毎食どのように食べるかというのは
健康にもたらす効果を大きく左右しているのです。健康的でバランスの取れた食事も、パソコンの前で急いで書き込んだり、仕事をしながら食べたりすれば、消化が悪くなってしまいます。一人の時でも、きちんと食卓を整えて、じっくりと味わうようにしてください。スマホのことはしばらく忘れましょう。そんなこと言ったって、仕事が忙しいんだよ。X をチェックしなきゃ。と思う人もいるかもしれません。でも考えてみてください。ランチタイムの30分だけそのように過ごすだけで体の充電時間が手に入るのです。休憩時間を取らない方が生活全体にとって体にとってはずっと良くないものだということを肝に銘じてください。2つ目、理想的な腸の流れを知る。これは今までお話したような腸の基本的な流れを知っておくだけでいいのです。その腸の働きをあなたが意識して食べることで自然とあなたの食生活も変わっていきます。ちなみに食事を食べた後、その食事が便となって排出されるまでどれぐらい時間がかかるでしょうか。なんと40時間も後なのです。1日3食食事をとるとすれば、私たちは常に5、6回分の食事をお腹に抱えているということになります。3番目、腸に必要な隙間を作ってあげる。一つわかりやすい例を挙げてみます。一本の電車が東京駅を発車し、仙台へと向かいます。時速は80キロ。ところが、その10分後に同じ東京駅のホームからもう一本の電車が出発します。これも仙台行きですが、時速は300キロ。このまま行けば、2、3時間後に仙台に到着。誰もがそう思うはずです。ところが、実際にはそううまくいかず、予定時刻に到着できません。理由は、同じ線路を走っているからです。消化もこれと同じことです。異なる速度で移動する食べ物を同じ消化管に入れれば、消化のトラブルが発生して当然なのです。そうなると、食べ物が腐敗して壁に張り付いて、腸は狭くなり、毒素の処理もできなくなります。口から取り込んだ食事が腸の中でどんどん蓄積されていき、食べ物を下へ送るために24時間働き続けてしまうことになるのです。これは腸から事情に必要な隙間の時間、つまり休む時間を奪うことになります。常に満杯のまま食べ物を処理し続ければ、消化管はあちこちで流れが詰まり、自分で自分を浄化できずにどんどん疲れていきます。まずは隙間を作ることから始めましょう。要するに、食事と食事の間を最低4時間は空ける。これだけです。こうすると、消化管は休息が取れて、自分で自分を浄化できるようになります。基本の4つ目、果物や非加熱のオイルを取る。まず知っておいてほしいのは、他の管が詰まった時と同様に、私たちの消化管もこびりついた汚れを溶かすには、パイプ洗浄剤が必要だということです。腸を解放するために最も効果的な洗浄剤は何かご存知でしょうか？まずは果物、それからオイルです。果物では特に柑橘類、またトマトやパプリカ、唐辛子といった消化の早い野菜も効果的です。オイルは非加熱で多めに摂取すると溜まった汚れを流す有効な手段となります。ただし、ここで言うオイルとは、エキストラバージンオリーブオイルやアマニ油、ココナッツオイルといった植物性オイル限定です。パーム油はダメです。5番目、1番目と重なりますが、
とにかく食事の時はスマホを見ないでください。6番目、水は軟水を選ぶ。水を飲むときは、なるべく蒸発残留物が少ないものにしましょう。1リットルあたり 40mg 未満を徹底してください。日本で市販されるミネラルウォーターであれば、軟水を選んでください。そして最後、7番目。食べ物のコーディネートを知る。ファッションの国と言われるイタリアには、コーディネートのルールがどの国よりも多く存在すると言います。食べ物もこの組み合わせが重要です。次の章では、この組み合わせ、つまり食べ合わせを見ていきましょう。食べ合わせを変えるだけで、腸がみるみる輝き出す。なぜ食べ物を正しく組み合わせることが重要なのでしょうか。それは腐敗を避けるためです。消化管の中で食べ物が腐敗すると、縦の流れも横の流れも遅くなってしまいます。そしてこの腐敗は万病のもとです。私たちは様々な食べ物を研究してきた結果、大きく2つのカテゴリーがあり、その2つは1回の食事で結びつけてはならないということが分かりました。まず1つは消化の早い食品。もう1つが消化の遅い食品です。消化の早い食品は消化管全体をたった30分から1時間で走り抜けます。一方遅い食品は5時間から9時間ほどかかります。またこの2つに比べれば数は少ないのですが、どちらにも当てはまらない第3のカテゴリー、ニュートラルな食品というのもあります。アダムスキー式腸活法の肝は、消化の早い食品と遅い食品を組み合わせないということです。ではまず、消化の早い食品の代表例を見てみましょう。消化の早い食品として代表的なのはフルーツです。ほぼすべてのフルーツは消化の早い食品に入ります。乾燥させたドライフルーツも消化の早い食品と考えてください。フルーツは食事から時間を空けて1日に1回だけ食べるのが理想です。そしてできるだけその土地で育ったものをその場所の気候に合ったタイミングで食べるということがおすすめです。また、消化管を30分で通過する消化の早い食べ物として蜂蜜、緑茶、ヨーグルトなどがあります。また、トマト、かぼちゃ、パプリカ、唐辛子といったものも消化の早い食品です。特にトマトは健康に欠かせない食べ物です。トマトは消化の遅い食事の中で摂取してはいけません。では次に、消化の遅い食品の代表例を見てみましょう。まずは野菜全般です。例外として、ナスはニュートラルな野菜ですが、ほとんどの野菜は消化が遅いです。また、パスタ、パン、米、じゃがいも、トウモロコシ、肉、魚、チーズ、卵、豆、豆腐、くるみなどのナッツ類。これらは消化の遅い食品です。非常に幅広いですね。そして、ニュートラルな遅くも早くもない食品というのもあります。これには、ニンニク、玉ねぎ、エシャロット、牛乳、コーヒー、チョコレート、ワインなどです。皆さんは私と一緒に食生活の欠点を探って、それを正していく用意ができていますか？なぜこんな質問をするかというと、アダムスキー式腸活法を進めていくと、人によっては大好きな食べ合わせを我慢しなくてはならなくなるからです。ただ、身を切るほどの犠牲を払うということではありません。ちょっとした誘惑を断ちましょう
と言っているだけです。それさえできれば、健康面でも美容面でも具体的な効果が得られます。何かを 100% 我慢する必要はありません。ただ、食事の構成を変えるだけです。では、組み合わせ NG の代表例をいくつかご紹介しましょう。組み合わせ NG ということは、要するに、消化の早いものと遅いものを両方一緒に食べるということです。まず一つは、トマトソースのパスタ。そして、チーズとフルーツ。かぼちゃのリゾット。魚にレモン汁。フルーツタルトなどのフルーツを使ったお菓子などが挙げられます。どうしてもフルーツタルトを食べたくなったら、たまには食べてもいいのです。大切なのは自分の腸内で何が起きているのかを知っているということです。ですから、組み合わせが良くないものでも、それを知っているだけで食べ過ぎには気をつけるようになります。また、おすすめなのは、オリーブオイルを一口すすって、剪定を打つということもいいでしょう。はい、最後に、毎日の腸活習慣で最高の腸をキープするスーパーフード編です。アダムスキー式腸活法で提案しているのは、消化管の働きを良くするための基本原則です。健康は意識的なライフスタイルから生まれます。ライフスタイルとは、食卓に何を並べようか、どうやって食べようか、と考えるだけではありません。毎日の小さな習慣の積み重ねが大切な一歩となります。ここでは最後に、がん予防も期待できるスーパーフードベスト10をご紹介します。第10位、大豆。例えば枝豆はイソフラボンが大量に含まれています。これはがんの発達を防ぐと言われています。また大豆を定期的に摂取すると悪玉コレステロールの値を 10% 程度下げる効果があると言われています。しかし食べ過ぎには注意が必要です。スーパーフード第9位、ウコン。インド原産のウコン。このウコンにも抗がん作用があります。ウコンの黄色い色素、クルクミンの効果です。ウコンは胡椒などに含まれるピペリンと組み合わせると吸収が1000倍良くなるため、ウコンジュースにオリーブオイル少々と胡椒を加えれば、がんの予防効果が期待できます。最強の栄養ドリンクです。スーパーフード第8位、緑茶。お茶にはカテキンという強烈ながん予防作用を持つポルフェノールがたっぷり含まれています。お茶には様々な種類があります。カテキンという意味では日本がいいでしょう。スーパーフード第7位、ビターチョコレート。ご存知でしょうか？ビターチョコレートのタブレット1枚には赤ワイン1杯に含まれるポルフェノールの4倍の量が含まれています。食べ過ぎにさえ気をつければ、ビターチョコレートはダイエットやがん予防に効果的です。健康のためには1日 20g 程度までを目安にしてください。スーパーフード第6位、赤ワイン。赤ワインには多くの抗酸化物質が含まれています。特にレスベラトロールというポルフェノールの一種は強い抗酸化作用と抗がん作用を持つことが明らかになっています。とはいえ、飲みすぎには注意です。男性の場合は1日に 2,3 杯、女性の場合には1杯くらいまでにしておいた方がいいでしょう。白ワインには赤ワインほどの効果は残念ながらありません。スーパーフード第5位、くるみ。くるみはオメガ3系の脂肪酸を非常に多く含む食品です。このオメガは悪玉の LDL コレステロールを軽減する力があります。スーパーフード第4位、ブロッコリーと
キャベツ。ブロッコリーとキャベツには優れた抗がん作用があります。特に膀胱がん、乳がん、肺がん、消化器系のがんに効果があると言われています。できるだけ地元で生産されたものを選ぶようにしましょう。高いですけどね。いよいよスーパーフードベスト3。3位はニンニクです。ニンニクに含まれるファイトケミカルは、特に生で食べた場合、消化器官におけるがんの発生を防ぐ効果が期待できます。できるだけ生がいいということです。スーパーフード第2位、トマト。アダムスキー式腸活法といえばトマトと言ってもいいほどおすすめです。トマトは消化の遅い食事の後、時間を空けて食べれば腸の流れが良くなるだけでなく、リコピンの補給にもなります。リコピンというのはカロテノイドの一種で、活性酸素の除去や血流の改善、がん予防において効果があると報告されています。特に自然界に存在する食べ物の中でトマトのリコピン濃度は最高クラスです。たっぷりと食べるようにしてください。特に加熱したものがおすすめです。加熱することでトマトの細胞が壊れてリコピンが外に出てくるため、体内での吸収が良くなります。スーパーフード今週の1位は果物。最近はダイエットの過激派たちが果物を食べてはいけないと言って消費者を驚かしています。そんな話は全く馬鹿げています。果物は抗酸化物質やがんを予防するとされる物質をたっぷりと含んでいます。老化防止だけではなく、病気の予防にも欠かせません。もし糖質の摂りすぎが怖ければ、ベリー系のようなものを食べればいいのです。特に柑橘類は普段からたくさん食べるように心がけてください。オレンジ、レモン、グレープフルーツ、みかん、これらはがん予防効果の高い食品です。果物全般はビタミン C を多く含むだけでなく、抗炎症作用のあるファイトケミカルがたっぷり含まれ、がん細胞の増殖を抑制する効果があると言われています。スーパーに行ったらトマトかフルーツ、これを忘れないようにしましょう。